じゃあせーので言おうか。せーので言いますか。よし。で僕の発見すごいですよ。多分僕の発見の方がすごいよ。本当ですか。うん。聞かせてくださいよ。よし、いくぞ。せーの。地球の方が回っている。ちょっと待ってください。地球が回ってるとおっしゃいました。地球が回ってるんだよ。ですよね。うん。ですよね。うん。普通に研究者なっちゃう。これみんなが違うって言ってもなっちゃう。なっちゃう。多分気づいてるのは僕ら2人だけですよ。あんまり他の人に聞かれたくないなと思って。もう早速論文書きます。いやもう書きます論文はもうやばいもうだってコペルニクスさんもそんなもうおっしゃっていただけるんだからもう早く書きたくて。そうだよねそうだよね。もうそれ確かめてもう本当安心しました。ありがとうございます。座ろうか。座ろう。いやもう論文を書こうね。書きますか。それはね僕がやるから大丈夫だよ。あ僕がですか。僕がだね。コペルニクスさんがコペルニクスが天動説の方をあれ地動説あんまり共有できてないかな。いや僕は地動説だったんですけど、僕もそうだよね。一緒だったよね。一緒だったんで言ったのは一緒だったよね。言ったタイミングが一緒だったんですけど、考えたのはやっぱだったと思うんで書きますよもう。なるほどね。いやだってすごいことすごいことだよ。ちょっと待ってもらっていいかな。これは本当に抜けないですか。いいよ似合ってるよ。似合ってるって可愛いよほら。まさかの大きさでちょっと僕びっくりしてるんです今。学者ですよね。学者だね。なんなら日記を見せようか君。これ気持ちいい。遊ぶと事故になってんだよ。あ出身ですか。出身メガ次元です。このピーピングライフの作り方は、まずどういう基準になるんですかね。そうですね。このピーピングライフって基本的に2人の会話を盗み見てるような、なんかこんな会話どっかで見てる、これ私かもとか、上司に似てるとか友達に似てるみたいな感じで、例えばカップルの揉め事とかですね。今日はデートに行こうと約束してたんだけれども、彼女が満を持して新しく買ったお洋服のワンピースをじゃーんとかってニコニコで見せるんですけど、ちょっと彼氏が仕事のことで忙しくてぼーっとしててっていうちょっと薄い反応だったんで、それにちょっとご立腹な彼女がマジやる気なくすんだけども今日行かないみたいな感じになる、なんかありそうなねシチュエーションじゃないですか。それを何とかして気を取り直そうとする彼氏みたいな、そういうものをあえて CG アニメにして、でセリフとかは全部考えずに即興芝居なんで、相手方が何言うかっていうのは打ち合わせしてないんで、ただ状況説明だけを与えて、あなたは彼氏ね、あなたは彼女ねっていう感じで、じゃあ用意スタートってビデオカメラで撮るんですよ。でそれを30分ぐらい回して、でそれを編集して5分にギュッとして、それから初めて CG アニメーションを作っていくっていうちょっと変わった作り方なんですよ。最初にその音声を取る、でそれに合わせてアニメーションを作る。そうです。後からアニメーションを作るっていうやり方ですね。かなり手間はかかってるんですけど、他のアニメにはないテイストが作れるっていう。嫌な予感しかしないよ。まったところだね。はいさあいけまた暗黒面に行っとる。だからうっせえようっせえ。司会は私。お願いします。シップヨロです。ないのかな的な。腰抜けどもが。乗ってくからの寄せてく貴様。これは実際の映像なんですけど、こういうふうに、3D のキャラクターが2人いるんですけど、好感度シミュレーションゲーム Do You Know っていう、恋愛シミュレーションゲームみたいなものを、この教えられる側がプレイしながら社会人としての常識を、この人から教わりながら
ゲームをクリアしていくっていう大筋のストーリーがあるんですけど、2人のキャラクター 3D のキャラクターがアニメーションとして動きながら、まあ面白おかしく学べるっていう映像を我々作っております。例えばこのキャラクターだと、まあ、3D モデルっていう風に体とか全部モデリングしてるんですけど、腕とか頭とか髪の毛頭みたいな感じでそれぞれ、まあ、ポリゴンっていう形で一つずつの面がつながって一つのまあ球体になっているであったり、このキャラクターの中にはボーンと呼ばれる、まあ、バイペットと言われる骨があるんですけど、これを動かすことでアニメーションしています。今この骨を選択した状態で動かしてみると、このキャラクターが動きます。ああ、なるほど。まあ、このシーンとかであれば、この先ほどの骨が、例えば腕にもあるんですけど、腕を動かしてこのポーズにしたり、背骨を動かしてちょっと前のめりになるであったりとか、こんな感じでそれぞれシーンというかセリフに合った動きになるようにこのキャラクターの中に入れた骨を動かすことでアニメーションをしていって、それぞれポーズをとって一つずつのポーズを全部つなぎ合わせていくと、まあ、紙芝居のようにこういったような動いているキャラクターアニメーションができるって感じですね。最初のキャラクターデザインっていうのがこれなんですけど、こういう風なキャラクターにしようっていうのを一番最初にこのデザインを決めます。では実際どう作るのっていうところが先ほどの質問だと思うんですけど、こういう風に箱ができます。これに対してこれやって押すとこういう風にまた線ができたりして、でそれ以外にもこういう風にやって縮めたり伸ばしたりできるんですけど、またこれを点増やしたりして 3ds Max 内の機能を使ったりするとこういう風に丸くなったりするんですよね。あ、今ちょっとこう角があったものが少し丸みが出てきましたね。丸みを作ったりします。でこれをまた編集していくんですけど、例えばこうやってちょっとこういう風によいしょ形を整えていくんですけど、顔を作るってなるとこういう風にちょっとずつちょっとずつ調整していって、今回のキャラクターってやればもっと丸いような顔ってなったら、まあ、ここら辺を、調整していって丸みを出していくとかって感じで、今これで完全な球体になってきたんですけど、ただこのキャラクターは結構ちょっと横に長いなとかであれば、今のところだとこの横が今ないので、じゃあ横に線を作ろうみたいな感じで書れたので、これを横に伸ばすとだいぶ顔の形に近くなってきたかなみたいな感じで、あとはまあ頭がもう少し上かなとかみたいな感じでこうやって形を整えていって、鼻であったらここが飛び出しているからみたいな感じでってなると、またここに線がいるなみたいな感じで2線入れて2線入れてまず鼻を作るってなったらこんな感じでやったりしていって、鼻って別にここで一回へこむんで、であればここに、もう一本線を入れてこの頂点をへこませなきゃいけないなっていう、で鼻がこう飛び出ていると、でその後ここ下がるけど、また、口のラインのところが必要だなみたいな感じであれば、またここに、頂点を作っていきます。でこの頂点を下がって、まあ鼻ってここで一回下がるよねみたいな、一回下げます。ちょっと横顔ができてくるんですけど、でただ人の顔ってこののっぺりしてないなって感じで、ここをじゃあもう少しこっちでな感じでやっていくと少しずつ人の顔みたいになっていくんですけど、まあ、こんな感じで少しずつ先ほどのキャラクターデザインになるように調整していって、最終的にまあ作られたものがこのキャラクター。眉毛とか、このメガネとかっていうのはまた別で作ってる？そうですね。このキャラクターであれば、頭だけで一つのモデルになっておりまして、
目玉とかはまた別で同じようにボックスとかから作っていって、例えばメガネとかであっても同じように、じゃあ新しくまたボックス作りましょうみたいな感じで、こういうふうに、例えばまあ先ほどのアニメーションだと腕だけとかだったんですけど、この目っていうところを移動することで目線を動かしたりとか、で口とかも開くとかっていう風に調整が効くので、普通に喋る、笑いながら喋る、で怒りながら喋るっていうのを、まあそれぞれのシーンに合わせてやってるんですけど、それをまあ最終的にやると一つのアニメとして。そうですね、こういう風に。骨っていうのはどのタイミングで入るんですか？モデリングキャラクターが全部完成した後に骨を入れて、例えば腕であればこの骨を動かしたらこのキャラクターのこの部分がついてくるようにみたいな風に設定していくんですけど、まあ、例えばこのちょっと赤く光ってるんですけど、これは親指の骨がこのモデルのこの部分に影響していますっていうのを表示していて、ここにある青い骨がここに入ってるんですけど、この骨が、ここに影響しているよっていう風にしています。じゃあこの骨を動かしたらここしか動かないよね。親指だけを動かしたいものを掴むときとか、そういう風にそれぞれ、まあ、このキャラクターの中には、まあ、こういう風な骨が入っているので、それぞれの部位がそれぞれの正しいアニメーションをしてくれるようにしていくっていう作業があります。やっぱり一番の醍醐味はこの完成した映像っていうのを見たりしたとき、あとはそれを見た人から感想をもらったときとかが一番やはり嬉しいというか、やってよかったなって思う瞬間ではないかなとは思いますね。あれ珍しく今日は空いてる50円投入あれお金入れてるよねこれ間違ってないよね25円と間違ってるそんなわけないじゃん唯一少女漫画っぽいのが1個あったから、同時に間に合わないって言ってたから、まず一人の人にちょっとって言ってる間に、はい、もうお茶完成しましたよ。思ってたよりも早いですね。お待たせしてしまったからもう世界の裏側がついに暴かはい、れる。今日はどういったご意見でしょうか。コピーはやめてくださいね。コピーはやめてよ。めんどくさいからね。あ、コピーマジか。はいはい、何この文章。はい。もう書き始めますね。もうお金入れてないけど、どうせ入れるでしょ。英語でしょこれ。はい、栄養が100%ご仕事をかかってたんですね。何この感じ。時間これね、使わなくないこの普段。何この字。何されてる方ですか。これから筆跡が難しい。あ、オッケー。はい、最初にどうですかね。はい。問題なんですかね。はい、よかったです。あ、そう。皆さん忘れ物しないでくださいね。はい。いやー、これちょっと10円でやれないか。はい、いらっしゃいませ。どうも。本日はどのアイスにいたしましょうか。はい。いろんなね、アイス取り揃えてますよ。あ、はい。確かに確認しました。ありがとうございます。グレープシャーベットですね。はい。グレープシャーベット。今日ね、時間なんですけど、どうだろうな。はい、OK です。はい。どうぞお取りください。どうぞ大丈夫ですね。はい、できて OK です。おしょ。はい。あ、お願いしました。こちら、ここが県内こっちね。はい。こちら、おしゃれな。世界の裏側がついに暴かれるって書いてますね。機械のように見せて、あらゆるところで僕が働いていたんだっていう、手動でやってたっていうのが、まあ、受けてるんですよね。我々の TikTok で。この厚みをどれぐらい持たせるかでリアリティが変わってくるので。あ、確かに。あ、そうですね。一回向こうにへこん。そうなんです。そうですよね。そうですよね。でも妙なこう説得力。これは猫ロボットが CG ですね。え、フル CG です。
これ猫ロボット自体が CG なんですか？ CG です。全然わかんないですね。あ、こういう風な CG で作っていくんですね。そうですね。これがメイキング映像っていうか、中のこんな感じで撮ってるんですね。ちょっとタイミングが忘れた。めちゃくちゃシュール。で、先ほどの画像が、映像がこの中に入っていって、実写との合成で見せるっていうのがあるんですけど、他の TikTok クリエイターさんとの違いとしてはやっぱりほとんどの方個人とかすごくミニマムにやられているので、映像技術というよりもその出演されている方の個人の面白さとか身体能力とかになってくるので、我々は映像技術を組み合わせてやるので、他の TikToker さんだとほぼ真似ができない。だからどうやってんのって本当に信じてる方いっぱいいるんですよ。これ本当に入ってるの、誰か教えてみたいな。お疲れ様です。お疲れ様です。モニター見ながらデータで確認して、ピンと白黒とかを確認して。していただいて、それで書き終わりましたら、おばあちゃんのはい、できました。よいしょ。はい、じゃあよろしくお願いいたしはい、ます。はい、いらっしゃいませ。どうも。今日はどういったご用件でしょうか。はい。何にしましょう。USB の中のデータですね。はい。どのファイルですか？何ですか？何これ適当なファイル名でキーボードガチャガチャってやったでしょう、絶対。ペーパークラフトね。ペーパークラフトの設計図ですね。なるほど、なるほど。またのお越し、お待ちしております。はい。今の良かったと思います。完璧ング。タイミングバッチリ。タイミングバッチリです。これでいいと思います。いいですか？どうですか？パーフェクト。これです。で、あと茶葉も足して、これです。飲み物ね、飲まないと熱中症になりますから。お茶でも買おう。はい、来たー。オッケー。あれ？で、機械的に見えて、中で人が飲み物を生産してお客様に提供してるんですよ。うっせやろ。いやいや、今作ってます。今作ってます。飲まれた。うっせやろ。僕の120円が飲まれた。ふざけんなよおい。作った。びっくりした。しゃべった。自販機の中から声がすんねんけど。その自販機の中から話しかけてますから。どういうこと？ちゃんとってなんか。じゃあ肝心のお給料はどうなってるんですか？歩合制。地獄じゃ。こんな TikTok をやろうっていう旗振りをしたのは僕なんですけど、世界の裏側シリーズで自販機の中に入ってバズるっていうのは僕ではなく社内のスタッフから出てきたって感じですね。本当に現場で意見を出し合いながらやってるって感じですね。楽しいですよ。やっぱ向いてんだなって思いますね。ありがとうございました。お疲れ様です。社長自らがされるっていうところがね、いいですよね。そうですね。はい。ちょっと会社の PR になればと。モーションブラこんな感じで。そうすると手が上に来ましたね。そうですね。このモニター自体はこの画像の上に来てるんで、そうです。そのままだと手が隠れちゃう。そうです。ですからさっきみたいに手の部分を手前側に出してやるっていう作業をしてると、そうです。芸が細かい。こういうシーンでも映像の手前側にこのモニターのこのオブジェクトがあるんで、手が背後になっちゃうんですよね。そうです。それを手前側を通している。このピンクで囲ってある部分が切り抜けるんですね。そうです。
お手前に来ましたね。で来ましたね。これで腕がモニターの手前を通るようになります、ね。そうですね。世界の裏側がついに暴はい、かれる。どうも。今日はどういったご意見でしょうか。はい。USB のね、中のね、はい、データですね。どうされですか。そうですね。はい。HTTP 適当にこれファイル名適当でしょ。キーボードでガチャガチャってやったやつですよ。ちゃんとやってくださいね。はい。で、はい。収録ができますよ。じゃあ出させていただきます。人来た。飲み物買って買えよ暑い。ほらでも暑いでしょ。喉乾いた。自販機あるやん。なんか買おうかな。飲み物ね飲まないと熱中症になりますから。お茶でも買おう。はい来たオッケー。あれ全然出てこへんやん。あれおい。いや今作ってます。飲まれた。うっせやろ。僕の120円が飲まれた。僕が CG をやり始めたのは中学3年生の頃なんですよ。26年前ですかね。そこからずっと CG 少年です。だから誰も話が合う人がいなくて全然孤独なんですよ。自分で言うのも変ですけど、中3から CG やってるんで、大学では僕より CG できる人はいなかったんですよ。だから僕が作るものはもうプロ並みにみんなすごいって褒めてくれて、俺もうプロじゃんって言われるんですけど、すごいとしか言わないんですよね。面白かった、もう一回見たいとかっていう声はなかなかかからなくて、技術的なとこ褒められるんですけど、何これめっちゃ面白いんだけど DVD 私にも焼いてとか、そういう純粋な反応が返ってきて、映像のクオリティ的にはめちゃくちゃすごいことをしてるわけじゃないけれども、面白いってこういうことなんだ、作品の評価ってこういうことなんだと思ってですね、初めて受けた評価だったんですよね。自分が欲しがっていることをやりたいと思ってることよりも、やっぱ周りの人が求めることって違うんだなっていう時、その時分かったんですよね。その原点が僕のその後のクリエイティビティを決定づけたっていうのがあって、要はすごい新しい表現だったんですよ、今思うと。正しい綺麗なものはちゃんと作った方がいいかもしれないけれども、新しいものはそこから生まれないかもしれないって思ったのがやっぱ原体験で、だからうちは、ね、他の会社がやらないようなアニメとかやらないような方向にガンガン向かっていく、そういうスタイルはそこから生まれたんですよ。ロンドンドライブっていううちの代表作とかも自動車教習所でしか見れないアニメ作品、 CG アニメ作品なんですけど、普通に考えたらやらないじゃないですか。何それ、自動車教習所何それって話じゃないですか。だから他の人たちはあんまり興味を示さないんですけど、僕は面白いなと思ったんで、結果全国130個以上の自動車学校さんが今このロンドンドライブを使っていただいてて、でちゃんとその収益っていうのは安定してうちに入ってくるような契約になってるので、だから TikTok みたいなことも活動もできてるって感じですね。すぐはね変わらないんですよね。時間かかるんですけど、動けば確実に世界が変わるっていうのはやっぱ若い人にね信じてもらいたいなと思いますよね。